はい、こんにちは。小島漁師浜優です。今回はですね、サロンメンバー、いたたたた、なんか階段降りてるだけなのに足くじいた。まあ、ええか。ほんで、とりあえず今回はサロンメンバー、サロン限定で、漁の動画を撮りたいと思います。まあ、どういう漁かって、まあ、ただのサラ流せ刺し網なんですけど、もう今年最後なんですよ。11月31か。今日がもう最後なんで、今日最後に多分いないと思います。まあ、タイ狙いなんですけど、ちょっと行ってきます。じゃあ。そしてまだあったんです。よしよし。よしよし。はい、それでは今年最後の、まあ最後といってもこの大きな船では最後の漁に行きたいと思います。今ね、エンジンをかけようと思ったらメインスイッチを切ってたのを忘れてました。GPS とレーダーをつけて沖に行く準備をしていきます。それではポイントに向かって出港していきましょう。いつものスタイルで帽子をかぶります。まあいつもはタオル、漁の時はタオルかな。こんな感じでポイントに向かって走っていきます。今日は風が結構吹いてましたね。ポイントに到着したらこちらの裾繰りっていうんですけど、このなんていうのかな、網の下側をこう前に出すための装置ですね。それを回してロープ、網の端をこのように灯台につけてやっていきます。もう今回はだいぶねカットをはしょってやっていきたいと思います。サボってるというより、まあ臨場感を味わえたらなという感じです。決してサボってるわけではございません。それでは灯台を入れて網を入れていきます。でこれがフロートですね。こちらの漁法、流し刺し網漁といって潮に乗せて流すことから流し刺し網漁と言います。先ほどのフロートがついていることによってこちらの網が浮きます。長さは 1500m、 高さは 30m になります。まあでも僕のチャンネルを見てくださっている皆様はおそらくご存知かと思います。そして網をやっていく中でこの紐にこちらのフロートをつけて投げて海の中に入れていくという感じです。いやー、夕日が綺麗ですね。それではどんどんやっていきましょう。後ろを見るとこんな感じ、違うね、前を見るとこんな感じで、後ろを見るとこんな感じです。そして僕のお尻があってその前でフロートをつけているといったところでしょうか。どんどん入れていきます。ちなみにね、このライフジャケット、命を守るはずのライフジャケットなんですが、結構網にかかってね危なくなったことが何回かあります。だから果たしてねつけるのが本当に安全かどうか疑問伺わしいところはありますね。それで全部の網がやり終わったので、こちらの本線、ロープを外して、そしてもう一個の青い灯台の方にくくっていきます。このくくり方は何ていうのかな、綿みたいなもんですね。綿もどき。そして青い灯台を入れていきます。なんでこちら青い灯台かというと、北側だからですね。さあこれで全部の網が無事終わりました。やり終わりました。今ちょっとね時間が空いたのは僕喋るのかなって思ったら喋らなかったです。そして急いで反対の方に行って最初にやった方の灯台を取って網を上げていきたいと思います。で今ね風が結構強くて船が流されて、このままじゃおらえられない、我慢できない、止めておけないということで急いでなんていうのかな、コントロールのとこに行って船をバックしました。いやー、言葉がすぐに出てこないのでね。でこちらの本線をこうやってネットローラーの方についてる線っていうかロープにくくっていきます。こちらも本線に輪さ入れの引きほどき、こんな感じでやっていきます。それでは油圧のスイッチを入れて、油圧のなんて言えばいいのかな、油圧のこれレバーを開けて、この油圧の弁っていうのかな、それを開けてネットローラーを回していきます。でこの細いロープでね、向かい風なのにこのでっかい船をね引っ張ってるんですよ。引きつけれるぐらい切れないんですよ。だからね、人間の体なんて巻いちゃった時はもう人間の体なんて簡単に切れちゃうんですね。危ないです。網はそんな汚れてなさそうな感じでした。でこんな感じで網を上げていきます。上げながらそのフロ
つけていたフロートを外していくといった感じです。でしばらくして、今日は少ないなと思ったらタイが2枚やってきました。こちらのタイを外していきます。でめちゃくちゃ元気です。水温が下がってきてだいぶねタイが元気な時になってきております。でこちらのタイを、なんていうのかな、こっちから刺さってるから向こうに出してで抜いていく、で生かしておく。ここでねとりあえず仮生かししておきます。どうせ少ないだろうから、全部生かすことになるだろうなと思ってああいう選択をしました。これがね後に後悔する羽目になります。別に後悔はしなかったけどね、ちょっと間違った選択でした。でこんな感じでフロートを外してつけていく。でタイが来たのをまた外していくといった感じです。でタイの刺さってる方向を取って、で頭の方からこう外して、エラのとこにかかってるのも外していくという感じです。でこちらスズキがやってきました。もうだいぶ子も大きくなってきて、この子を産んだらガリガリになるというところでまだガリガリにはなってなかったですね。これをヒレのとこ外して、でなるべく網をかぶってるのをなるべく外してあげて、それで抜いていきます。ただねこれはちょっとかぶり方が特殊だったので結構ねかぶったまま抜く羽目になりました。あんまりむちゃくちゃすると羽の身も悪くなるし、あと死んでしまうので、なるべく優しく上行ったら下行って上行ったら下行って徐々に徐々に抜いていきます。クックックという感じで抜けるか、抜けたというとこで元気に生きてるので、これも仮生かしですね。でまたタイがやってきてパラパラタイが来てるなというとこでしょうか。で新しいお魚がやってきました。カワハギです。マルハギとも言いますね。小さいので逃がします。で生かしてるのが軽く溜まってきたら、このようなカゴを用意してそれに空気を抜きながら入れていきます。だいたいねタイのお腹に対して45度ぐらいかなにこうお尻のちょっと後ろの膜から入れてあげる。でお腹を押して空気を出す感じ。そしたらねプシュっていう感じで出るのでやっていきます。なんでかっていうと、水深2、30メートルのとこから来るので水圧の差でお腹が膨らみます。でこの斜め45度でやる方法とこうお腹に対してね真横にやる方法があります。でこうやって空気を抜くことで魚が自立してちゃんと泳げます。こうやって入れた時にお腹が上向くんじゃなくて、しっかりねこんな感じで魚がこう泳げるというために空気を抜くんです。でこちらフカがやってきました。サメの一種ですね。メインチャンネルではこちら松岡さんがハンマー投げの要領で逃がしたりしてるんですけど、これイノシシとか害獣と一緒でですね、大変僕らにとっては迷惑な魚なので駆除します。もうねかわいそうとかっていうのは言ってられないところですね。愛媛とかだったらねフカの湯ざらしって言って売れたりするんですけど、香川県の方では売れないです。で新しいお魚がやってきました。クロダイチヌです。今のタイだったらねクロダイの方が正直超えてますね。でまた溜まったらやっていくんですが、今流し刺し網これねどんどん潮で流れてる最中なんですよ。でこの流れた先にその海苔のセットって言って海苔の養殖場があって、めちゃくちゃそこに行くとね大変なことになるので、もう急いで外してるので空気抜きももう後からにします。だからちょっとまともには撮れてないんですが、このように新しい魚が来た時だけちょっとカメラを構えさせていただきます。こちらヒラですね。岡山県では結構食べられてるお魚です。これめちゃくちゃ美味しいです。秋もめっちゃ超えててねめっちゃ美味しいですね。でまた溜まったらこのようにカゴに入れて前の方に生かしに行きます。これももう当然空気を抜く暇なんてありません。急いでやっていきます。あんまり走るのも危ないんでね早歩きで行きましょう。で次こちら僕の大好きなお魚ウマヅラハギがやってきました。顔がウマヅラだからウマヅラハギです。こちらね大変肝臓が美味しいです。夏は身が美味しくて冬はこの肝臓がうまいと言われております。僕の感じだともういつ年がら年中美味しいです。卵を産んで痩せてる時はダメですけどね。でなんとマナガツオがねやってきました。1キロぐらいのそこそこいいマナガツオがねこの時期にやってきました。そんなに超えてる感じはなかったですけど、なんか嬉しかったですね。ちょっと異常気象なのかなとも思います。
で孵化のこういう厄介なところはね、サメ肌なのでなかなか抜けないんですよね。これを抜くのにね、一生懸命こうやって抜いてやっていかないといけないんですよ。でこちらが人手が来たということで、人手がやってきました。でその後もタイがもう一気に来だしてですね、で新しいお魚が来ました。こちらビングシっていう魚です。正式名称はちょっとわからないんですけど、夏とかね美味しいです。結構磯とかにいて、あと塩焼きもいいですね。刺身はどうだったかな、ちょっと刺身で食べた記憶はあんまりありません。でこの背中のところにね逆剣のトゲがあってね、それが外しにくいですね。でこちらニベニベっていうのかな、ニベアじゃないよ、ニベですね。石餅とかと一緒でグーグー鳴く魚です。てかもう顔がまんま石餅ですよね。石餅のなんか黄色いバージョン。これもね冬はとっても美味しくなります。でなんかカモメも近くまでやってきてました。この下ね今タイが10匹ぐらい浮いてるんですよ。ちょっとカメラに撮れなかったんですけど、でこんな感じでもう池間に入れに行く暇がなくて、だいぶねカメラを回す暇がなかったんですよ。本当だいぶはしょっちゃったんですけど、4時間もう外しっぱなし、一呼吸っていうか一休憩もせずに4時間外しっぱなしで、頑張りました。でようやくね網が繰り終えて、最後のフロートを上げて、で最後に青灯台も上げていきます。いや本当に疲れましたね。でも池間に生かす暇どころか池間がもういっぱいだったので、そもそも行からなかったんですよ。でこんな感じで大量のね負荷がかかってきて、これだけでもね30分40分のロスが発生します。でこの大きいのはね30キロぐらいのトビエですね。めちゃくちゃでかい。これもね完全な害獣です。こいつがねもういろいろなもう貝とかを食べちゃうんですよ。でこんな感じで大量のマダイとスズキで、この箱いっぱいにねタイが入ってます。でこのタイとまだ池間の中にも、いっぱいにね入ってます。でこれらは高松の方にねこの後すぐ持って行って、市場に出荷しました。お疲れ様でした。僕マジ疲れた。で量的にはタイが400匹の羽が50匹ぐらいかな取れたんですけど、大金になったかと予想されるかと思うんですが、コロナの影響か何なのかめちゃくちゃ安かったです。イカシじゃなくてノジメっていうのもあったと思いますが、今回ばかりはちょっと仕方ないのかなと。流し刺し網の性質上ですね、どうしてもこういう時もあります。加工場の方になると思うので、それも加工場の人からしたらいいのかな。よし悪しというか使い道によってこういうのもあってもいいかなと僕は思います。でも売るときはなるべくやっぱ綺麗に売りたいですね。本日もご視聴ありがとうございました。